手紙に何か特別なことが書いてあったの？私をダグラス家から感動したことを父が謝ってきた。ジュリアンって感動されてたの？インペリアルナイツは真偽体全てを兼ね備えた男であること、私が性別を偽っていたことが明るみに出ればダグラス家もただでは済まされない。私と縁を切るのは家を守るために仕方ない処置だ。でもいや、全ては私の責任だ。正直あの時は自分がインペリアルナイツに入ることだけを考えていて、ダグラス家にどんな迷惑をかけるかまで頭が回らなかった。そうかもしれないな。私が嫌いだった父の口癖を教えてやろう。お前が男だったらな。だ。父の口からこの言葉を聞くたび、私は自分を呪った。そしてあがけばあがくほど冷静な判断ができなくなっていった。そんなひどいこと言われたら仕方ないと思うよ。あんただってそう思うでしょ？どうして思わないのよ。父の胸中。お前が男だったらって言った時のダグラス教の思いってこと？父の思い。そうだ。私は今まで自分のことしか考えなかった。あの言葉の裏にある父の思いを考えたことはなかった。父も苦しんでいたことに気づいてやれなかった。ダグラス教の苦しみ？まだ私が剣を教えてもらっていた頃、父は私に愛を注いでくれた。本気で愛してくれた。だから辛かったんだ。インペリアルナイツになれるはずもない娘に剣術を教えてしまった自分を責めていたんだ。お前が男であれば私も苦しまずに済んだのに、そういう意味だったんだ。だからこそ弟が生まれて、父は弟に期待をかけるようになったのだな。それを私は自分が女であるから疎まれてると思い込んだ。自分のことしか考えず。ジュリアン。礼を言うよ。お前は真実に気づかせてくれた。全てはインペリアルナイツは男であることってのが間違いだったんだね。そうだな。初めから性別などに縛られなければ私も父も悩むことはなかったはずだ。ほんと男だけなんて変な制度のおかげでさ。制度自体が間違っている。どうやら私も自分が女ということにこだわりすぎていたらしい。なるほど。冷静に考えてみればお前たちの言う通りかもしれん。陛下に相談してみる価値はありそうだ。エリオットならきっと分かってくれるって。だが権威あるインペリアルナイツの規約を変えようというのだ。果たして周りがそれを許すかどうか。相変わらずなやつだな。だがお前の言葉で多少自信がついた。そうだよ。だってジュリアンは今までに十分な働きをしてきたじゃない。文句を言うやつがいたらそいつの方がおかしいのよ。もっと自分の実力に自信を持たなきゃ。確かに女がなれない理由はどこにもない。実力さえあれば性別は無関係なはずだからな。これからはナイツの規約を変えるために私は力を尽くそう。いや、ナイツ以外にもおかしな制度は変えねばならんな。伝統より実力。目が覚めた気がする。まずは折を見て陛下に頼んでみるとしよう。なんだか吹っ切れたみたいだね。ああ、これもお前たちのおかげだ。さて、まずは王位奪還が先決だな。私は本陣へ戻る。お前たちも頼んだぞ。よかったね、ジュリアン。
話は終わったようだな。ジュリアンさん、なんだかすっごくいい顔してたよ。まあね、そのうちわかるわよ。それじゃあ俺たちも仕事に取り掛かろうぜ。誰に？いっけー！どこへ向かうの？オッケー！この調子でどんどん行こう！どうやら片付いた。どこへ向かうの？誰に？いっけー！お返しよ！ぶっ飛ばしちゃえ！必殺！やったー！どこへ向かうの？オッケー！しゃくな！腕ならしにはものだ。これって自然にできたものじゃないよね。うん、どう見ても誰かが作ったとしか思えないよ。やっぱり普通の洞窟じゃないんだね。わあ、なんだろうこれ。いろいろ調べてみようよ。ここに小さなくぼみがあるよ。なんか置くのかな？でも何を置けばいいのかな？アイテムを選んで。これだね。あ、ぴったりだ。何か文字が出たよ。なんて書いてあるんだ？パワーストーンエネルギー残量 17%、 有効使用回数 1.3 回。この宝石に残ってる力のことみたいですね。またなんか出たよ。このままチャージを行いますかだって。どうする？
342年に342年？やってらんないわよ。そうですよね。このままでもあと1回使えるんだから、今はやめておきましょう。そうとなればここに用はない。さっさと行こうぜ。どうしたんだウォレス。陛下に用か。ちょうどよかった。お前に話したいことが。なんだ。こいつの顔に見覚えがない。はじめまして。バーンシュタイン王国のリシャール。そう慌てるな。こいつは似ているが、あのリシャールとは別人だ。別人だと。それにしても似ている。当然だ。ベンツェルだ。お前たちまだこんなところにいたのか。いいえ、私たちエリオット君に王位を取り戻させようとしているのですが。今ガラシールズに進駐しているバーンシュタイン軍をこいつの王位奪還のために引き上げさせ、そこで彼らに追撃を行わないよう伝えてほしい。話が見えんな。後で私が詳しく話して。追撃を行わないよう私が王に進言しておく。落下される心配はない。すぐにでも引き上げの準備をさせるがよい。ありがとうございます、ベンツェル様。礼はいらん。私はゲベルによる人間支配を防ぎたいだけなのだからな。それじゃあよろしくお願いします。どの魔法？目的地を選んで。どうだった？ランザック軍の了承は取れたか？ああ、もうここ動いても大丈夫だ。それでお前の方は？ちょうどこれから士官クラスの者に説明するところだ。
これからそう言うなエリオット。いや陛下が一緒にいた方が説得力があると思ってな。これから皆に重要な発表をする。心して聞いてほしい。まずこのお方を紹介する。どうも。陛下、あの傲慢な陛下がどうして。似ていると思うだろ。それもそのはず。このお方が正式な王位継承者なのだ。なんだと。今王位についているのは真っ赤な偽物。このお方こそが本当の王なのだ。まさかそんな。すでに我が父ダグラス卿がアンジェラ様と共に王都へ向かう準備をしている。そこで私も簒奪者を討つために王都へ向かうつもりだ。僕は今まで自分が王となる人間だなんて知らないで育ってきました。ですが今の王は世界征服を企む悪者の手先なのです。このままではバーンシュタイン王国だけでなく世界中にゲベルの魔死が及ぶでしょう。僕はそれを食い止めたい。この大陸の人々を救いたい。お願いです。皆さんの力を貸してください。いかに相手が偽王であろうともこれからの戦に勝てねば我々は国に弓引く反逆者として闇に葬り去られるだろう。つまり王位奪還を成し得るためには偽王が率いる同胞たちを倒さねばならないのだ。無理強いはしない。今の話を信じなおかつ協力してくれる者だけ残ってくれ。どうしたものか。決まってるだろう。うん、そうだな。どうした。反逆者になりたくない者は今のうちに本国へ戻れ。お前たち。我々は将軍に忠誠を誓っております。将軍がその方を信じるのであればそれは我々が信じたも同然です。最後までお供させてください。ありがとうみんな。とにかくこれで出発できますね。その前に陛下にお頼みしたいことがあります。陛下だなんて一体何ですか。我が隊は見ての通りの少数です。この兵力で本国の差し向ける部隊と戦わなくてはなりません。そこで陛下に我が隊に残っていただきたいのです。僕が。陛下に同行していただければ兵の士気も高まるでしょう。その代わり陛下のお命は私が命に変えても守ります。わかりました。僕にできることならいくらでもやらせてください。申し訳ありません。いるだけでいいのですか。実はもう一つありますが、それはこの戦いに勝利した後で結構です。そうですか。それでは皆さん今までありがとうございました。僕たちはこちらから王都へ向かいます。どの目的地を選んで。このことをアルカディウス王に報告したら俺たちも手伝おうぜ。それなら父上の方の様子を見てくれないか。父はもう年だ。無理をしていなければいいが。お父さん思いなんだね。頑張れよエリオット。頑張ってね。